皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。今日はですね、チョコとナッツのエピ、こちらに挑戦してみたいと思います。ではフランスパン生地から今日は作っていきます。でね、皆さんにちょっとお聞きしたいことがあるので、正直に答えてもらってよろしいですか？ベーコンエピってあるやん。あれをエピだと思ってた人、はい、手挙げて嫌やと思うけど手挙げて私もはいなんですけど、エピっていうのは小麦の穂の形をしたフランスパンっていうのがエピだから、ベーコンを入れてるからベーコンエピっていうだけで、形のことをエピというと。だから中身は何でもいいんですって。知ってた？いやマジで知ったかぶりすんのはやめて。ほんまに言って。知ってた？ということで、まあね、皆さんきっとご存知だったんでしょうね。すいません、私ちょっと存じ上げませんでしたので。で、中身は何でもいいということで、やっぱね、私甘いパンが好きなので、今日はチョコとナッツを入れて作ってみようと思います。言うてる間に生地が出来上がりました。そっと取り出しましてですね、ホームベーカリーで作ったのでちょっと羽がくっついてるんで取りまして、ここでね、粉をサラ粉をごめんなさい今さターミネーター2にすごいハマってて、サラコーナーめっちゃかっこいいなと思って、めっちゃ私腕立て伏せして全然関係ない、ごめんなさい。で、粉をね結構かけた方がいいんじゃないかなっていう結論にも至ったの。なんか粉あんまりかけちゃダメっていう人多いけど、そしたらね結構綺麗にいつもより分割できた気がするんですよ。でまたねここで丸めていくんですけど、ここもいろいろ気泡を潰しすぎないようにとか、あんまり触りすぎないようにとか、もう先生たちいろんなこと言うんですけど、一つね、これだけはそうやなってピンときたのが、これから先長細く成形していくわけなので、そのためになるべく長方形にしとくっていう意見にすごく私しっくり、なるほどなって思ったから、もう今回それだけを意識して丸めてみました。なんかねいい感じな気がしますね。ということで今から成形していくんですけど、具材を入れて、細長くしていくっていう工程ですね。まずなんかねこう横に伸ばす感じだと先生が言ってました。ちょっと先生の言う通りやってみましょう。横に伸ばしていくと。で裏返して荒れてる面を上にしまして、好きな具材を乗せていくと。端っこまで乗せたら絶対さおかしなことになるやん。もうそれはさわかるやん。だからちょっと真ん中寄りで寄せて、こっからねちょっと皆さんに本当聞いてほしいんですけど、先生がまず4分の1折りますと、奥側から。はい、ちょっとねしばらく折れないから説明先していい？4分の1を折って、さらに、4分の1をもう一回折ると。今皆さんどの状態になってます？4分の1と4分の1で今半分まで来てますよね。2分の1までね。だけど動画を見てたらもう先生ね3分の2までいってはんねん。だから3分の1だったよねとか、なんか心の中ですごいさめっちゃ気散っちゃって、でねさらに今2分の1とか3分の1とか言ってたら正直さルローニケンシン思い出しちゃってさ2分の1の川本誠とさ3分の1の純情な感情シャムシェードとかさ、本当に気散っちゃってたら、とりあえずできましたできた、とりあえずはできたんですが、またもや天板ギリギリということで、本当はさ最後にこう長さを揃えるんですけど、気づいたら長くなっちゃってたパターンなんですね。でとにかくやっぱりね先生の言うことにとらわれすぎたんですよ今は。
だからちょっと今回自分の思うままに一回やってみていいでしょうか。なんか大事なことはさ、よくねこう奥から生地を持ってくるときに生地を張らせるように巻くとかですね、いろいろその何分の1何分の1とかあるんですけど、そこじゃなくて結局巻くっていうことやろ。結局ね具材が中に入って巻き終わればいいという最低限の目標だけちょっと守ろうと思って今やってみてるんですよ。ちょっと見守っていただいていいですか。うん、なんかさめっちゃスムーズにできてないなんか結構綺麗じゃないできてない結構。だからあんまり難しいことを考えずに自分でなんかできそう、こうやったらできそうやなっていう風にやることもたまには大事なのかなということで、ほらほらなんかすごい手際よくできましたと。でね、この段階やとまだこの自分の好きな長さに伸ばすっていう工程もありますので、はい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 、鉄板の長さぐらいに伸ばしてね、はいとできました。ちょっとね細いとか太いとかはありますが、長さも一応鉄板に収まりましたし、いいでしょう。45分待ってみました。ではですね、お待ちかね切るという作業ですね。でここで穂の形を作っていくわけですが、ハサミは45度に入れるということです。で深さは、9対1の9ぐらいをもう切ってしまっていいということですね。なんですが、この私のバイブルによりますとベーコンエピのページがあるんですね。アドバイス見てみましょう。生地にはあまり深く切り込みを入れず、厚みの半分くらいまでにとどめ、左右に振り分けて切り口からベーコンが見えるようにしますということでしたが、動画で見る限りですね、結構ごめんなさい、ちょっとね粉をかけますなんかべちゃってなったら嫌だったんでかけますが、なんか結構ね深めに入れた方がいい気がしたのと、あと今いきましたね。いいと思います。で45度っていうか、今のはねちょっと浅かったですよね。これぐらいで人思いにこうパッといった方がいい気がしますね。でもうほぼハサミ寝かしてる状態でピャッといった方がなんて言ったら穂先がツンってするような気がして、私なんかツンってした方がかっこいいかなと思ったんでそんな感じで切っていきます。いいんですね。でここで粉をかけた方が皿粉をかけた方がおしゃれだとは思うんですが、それよりもねパリッとしたことを重視したいのでもういろんなアドバイスいただきました。やっぱり霧吹きをたくさんするっていうのがパリッとするコツなんやなっていう風に最近すごく感じたので、霧吹きを結構ねしこたまたくさんして焼いてみます。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。めっちゃうまくできちゃったいつもさうまくできなさすぎて、そっちのリアクションに慣れすぎてさ、うまくできた時どうしていいかわからないなんかどうですか皆さん。ついにパリパリ霧吹きだと教えてくださったコメントをくださった方、本当にありがとうございます。霧吹きでしたパリパリはやっぱり霧吹きをたくさんしたらいいということで、さて
大事なお味ですね。こんな感じでね、一房一房手で取れます。いただきます。美味しい。できた。さあ、強いて言うならチョコがちょっと多すぎたかなっていう感じで、そこはお好みで皆さん調節いただいたらと思うんですが、この食感がね結構100点あげてもいいんじゃないっていう感じにできました。今日はいろいろと教訓あったと思うんですが、皆さん粉をかけるときはせーの、皿粉という終わりを台無しにしていくスタイルで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。